こんにちは、たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在は安値圏で揉み合っているところですね。これを上抜けするのか下抜けするのかというところ。基本的には強い下落ですね。この直近の下落に対して現在は調整の上昇、そこからの再下落というこういう動きを想定しておいてください。なので184円ぐらいですね。この辺の白い水平線、このあたりまでの下落の想定をしておく。ただし、現在 GMMA の青帯の下にあります。ここをですね、GMMA の青帯がありますので、ここを上抜けてくると上昇方向に動きやすい。その場合は196円付近、この高値ですね。このあたりを目指していくと考えますが、現在はまだ調整の下落中で、さらに大きく下落する可能性があるというところで、ストキャスティクスそろそろ高値圏ですよね。で、GMMA まで今届くかどうかわかりませんが、基本的な動きとしてはこういう動きを想定しておいてください。では4時間足です。4時間足はここにアセンディングトライアングルみたいな形を作ってきているんですね。なのでここを上抜けてくると上昇方向に動きやすい形ではあるんですが、ただ先ほどの冷やしを見てもわかるように GMMA、冷やしの GMMA がこの辺にあるんですね。なのでアセンディングトライアングルを上抜けてもすぐに下落していくっていうことが考えられるので、そこはご注意ください。冷やしのストキャスティクスも高値圏、4時間足も高値圏、現在上昇しそうな形は作ってきているんですが、上昇したところですぐに下落するだろうという、そんな想定がつきます。では1時間足です。1時間足は大枠ではレンジを考えております。ここですね、直近の高値、このあたり、189円のミドルぐらいから190円ぐらい。そして下限はここですね、この赤い水平線のあるところ、186円付近。そのあたりでの大枠でのレンジと考えてます。そんな中で先ほど言っていたアセンディングトライアングルを作ってきてますので、上抜けする可能性が高いんですが、アセンディングトライアングル、これ上抜けせずにもし仮に下抜けした場合は結構大きく下に走りますのでご注意ください。その場合は186円ぐらいまでの下落が考えられます。で、そうなってくると先ほど言ったようにレンジで想定しておりますので、下がったところから買っていく、もしくは現在地付近っていうのはそのレンジの上限付近になりますので、ここからは下落方向をイメージ。そして先ほど言ったようにアセンディングトライアングル上抜けると一旦の上昇ですけれども、冷やしの GMMA にぶつかっての下落というこういう動きにはご注意ください。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は急激な下落から今安値圏に張り付いているところですね。ですのでちょっと方向感としては分かりにくいところ。ストキャスティクスは安値圏ですが MACD 弱いので基本的には上値は重くなるだろうというふうに考えておいてください。最近の動きを見てもそうですよね。下げ止まっている感じはするんですが、やはり上値は重いので上がったところから売っていくというこういうイメージ、戻り売りのイメージを持っておいてください。では4時間足です。4時間足も圧倒的に弱いですよね。この今週の動きってすごく分かりにくい、じりじりと下がってきている相場です。インジケーターとしては方向感がありませんので、基本は下落トレンドなので、上がったところから売っていく、こういうイメージですよね。GMMA に接触したところからの下落の流れをイメージしておくといいんですが、現在のこの動きが継続するのであれば、ちょっとトレードはやりにくいので、もうちょっと様子見かなと思ってます。例えばこのオレンジの水平線、144.2 付近まで上昇してくれば、そのあたりからの下落のイメージですね。先ほどは GMMA からの下落という話をしましたが、もう一段上、このあたりまで上昇してきてくれると、戻り売りが仕掛けられやすいのかなと思います。では、1時間足です。こちらも大枠ではレンジです。先ほど言った 144.2 付近、これがこのオレンジの水平線。このあたりまで上昇してくれば、そこから戻り売り。そして現在地付近っていうのはレンジの加減なんですよね。ですので、ここからは一旦反発というところも考えられるんですが、この最近の動きを見ているとかなり分かりにくい動きをしているので、反発も弱いですよね。こちらはポンド円と違ってディセンディングトライアングルみたいな形を作ってきてますので、下抜けの可能性が高くなってきてます。下抜けたら、下抜けてからの動きについていけばいいと思いますので、これですね。なので、明確にこの安値、このあたり、141.7 付近を明確に下抜けてからの下落についていくのが安全です。そして現在はこのディセンディングトライアングルも煮詰まってきてますので、こういうところでのトレードはしないですね。しっかりと下抜けてからの下落についていく。もしくは先ほど言ったように、一度ちゃんと戻してからの下落についていくっていう考え方を持っておくと、勝率の高いトレードができると思います。それでは本日は以上です。現在使用しているチャートはトレーディングビューなんですが、使いやすいチャートです。まだご利用でない方はぜひ概要欄の URL から無料登録をしてみてください。有料プランもありますが、基本的には無料で十分使えますので、もし有料の機能が必要になればその時に切り替えればいいと思います。
また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析と、そして週末の限定動画で FX のスキルを上げていってください。FX はコツコツ勉強するのが確実に勝率を上げていくコツです。毎日少しずつでいいので勉強していただきたいんですが、毎朝の分析を聞いていただくだけでも知識はだいぶついてきますので、ぜひノートメンバーシップの朝の分析ご視聴ください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。